どうもこんばんは、科学の件です。最近制作の動画全然上げられてないんですよ。本当に申し訳ないんですが、というのもですね、かなり最近木型とパターンを主にやってまして、年末にビスポークでお受けした分の仮靴チェック後の木型の調整と型紙の調整だったり、最近採寸させてもらって、そしてそこから木型を作る作業だったりというのがすごく多くて、実際のこの靴を形にしていく作業というのはね、あんまりできてないんですよ。なので制作動画があんまり上げられてないんですが、ちょっとこれはねまずいということで、今回の動画は制作動画ではないんですが、ちょっと今後こういうのを作りたい序章みたいな感じで撮ります。何をやるかというとですね、本当に今回はね取り留めもない動画なんですけど、自分の靴をね作ろうかと思ってるんですよ。自分の靴を作ってる場合ではないんですけど、自分の靴であれば思いつきでいろんなことできたりとか、撮影のタイミングとかも融通が利きやすいので、自分の靴をね少しずつやっていこうと思うんですが、何を作ろうか全く決めてないんですよ。最近こんちゃんの散歩、うちの犬なんですけど、こんちゃんの散歩をねしてる間に、どういう靴作ろうかなって、自分どういう靴今欲しいんだろうな、履きたいんだろうなっていうのをね想像しながらね散歩してるんですけど、こういうのもいいな、こういうのもいいなとか思いながら全然決まんないんですよね決まんないんですよ。結構いつもこうで、この革で今度作ろうとか、この革でこのデザインで今度やろうみたいな、こうずっと思い描いてても、パッとそういうタイミングよく手に入った革とか、このデザインいいなってその時に思ったデザインとかが作ってくることが多くて、ずっと考えてこれだなこれだなっていう、こう決めきっていくっていうのがね、自分の靴を作る時にはないんですよ。なのでなかなかどうしようかなって考えてるの難しいんですけど、実はねビスポークのお客さんでも結構悩まれる方が多い理由として、やれることが多すぎる、デザインが無限であるということ、そして革もいろんなものが選べるということが、何も決まってない自由の中から何を決めるのかっていうのは結構大変なんですよ。で、僕の場合はねそれをさらに自分で作るので、それがね多分お客さんがそう思う以上に自分の中にいろんな実現可能性があるんですよね。なのですごく難しいんですが、っていうのとめちゃくちゃ前置き長くて申し訳ないんですけど、いつも靴を作る時に、いつもっていうか最近、ここ1年2年ぐらいですかね、せっかく作るなら、サンプルになるようなもの、見本になるようなもの、僕が履いていることによって見てもらって、こういうのもいいなとかってこう参考になるようなものとかを、革とかデザインで箱を作ろうって思っちゃうんですよ。もちろんねそれはねこう見てくれてる方々からしたら参考になるしいいと思うんですけど、結構それによって悩みも増えるところもあってですね、例えばですよ、ここにねたくさん革があるんですけど、1枚しかない革とかたくさんあるんですよ。で、1足分しか取れないような革、そもそもまずそれを自分の靴に使っちゃっていいのだろうかっていうところ、もっといてお客さんがこの革で作ってほしいですって言った時に提案できるように取っておいた方がいいんじゃないかなとも思いつつも、でもすごくそういうのがいっぱいあるんで、おそらく持ってても使わない革があるだろうしとか、その1枚しかない革で作って展示会とかで見てもらったとするじゃないですか、僕が履いてるの。その革いいですね、その革で作ってほしいですってなってももうないんですよ、その革は。だから見本にね全然ならないんですよね茶色い靴でとか、こういう表情のある靴でこういうデザインだとこういう風になりますような見本にはなりますけど、同じものっていうのがないですよね。ただそういうものこそ使っていかないとひたすらたまるばっかなので、使いたいという気持ちもありつつねとかね
よくわかんない悩みがいっぱいあるんですけど、ちょっと今日は決めきらないと思いますけど、こういうのもいいですよねって、革の紹介も兼ねて、こういう革でこういうデザイン作ったらいいかもしれないですよねみたいなのをゆるくね話していけたらと思います。さて、この上にある革なんですけど、よく使うのはもう本当にね、結構ね限られてます。というのもですね、やはりサンプルシューズっていうのがありますので、その前にまず MTO のラインナップの革っていうのがあります。一応デザイン、色の種類と革の種類で全部で50種類以上あるんですけど、その中でもやっぱりサンプルに使っているものがよく出ますね。やっぱりね、その実物が見れて、この雰囲気いいな、こういう靴が欲しいなってやっぱ想像しやすいじゃないですか。なのでそういうのがよく使います。で同じ革を何枚も何枚も買ったりするんですけど、それはねありがたいので、この生産側としては革ってでかいので1枚何万円もかけて買って1足しか使わないで、あと保管っていうのでね結構困るんですよ。1枚買って使い切ってっていうのがね繰り返せるっていうのはねすごくありがたいんですよ。でもそんなのは、ね、気にせずオーダーしてください。で、そういった MTO のラインナップの革はよく出ます。その中でも一部なんですけどね。でビスポークでもやっぱり MTO を参考にこういう革がいいなっていうのもありますよね。あとはビスポークサンプルだったりとか、ナンバーズコレクション、今までのビスポークの、僕が SNS とか YouTube に上げてる写真を参考に決めてくれる場合とかねあるんですよ。なのでこれだけたくさんあるんですけど、本当によく使うのは一部です。買ってから一度も使ったことがない革っていうのがおそらく半分ぐらいはあるんじゃないかなと思いますね。で、最近ちょっと気になってっていうか全部自分で買ってるので気になってるんですけど、これで作ってみたいなって思った革、これですね。そしていろいろね取り出してお見せします。この革はですね、チャールズ・エフステッドっていうイギリスのタンナーで、有名なのはスウェードなんですけど、これはクロスボードショルダーっていう革で、片押しの革ですね。で、最近結構流行りの、ロシアンカーフを模したハッチグレイン、ひし形模様の片足の革ですね。こんな感じ。結構厚みがねあって、これ 1.8 ミリぐらいあるんですよね。でちょっとオイル分含んでるような感じで、グッと折ると少しプルアップ、色が変わるような感じになりますよね。でこういうちょっと表情のある革好きで、これねいいなと思って買ったんですよ。まだ一度も使ったことはないです。でこの辺もなんか模様みたいに出てるじゃないですか。虎だったりオイルのね入り具合だったりするのかなと思うんですけど、こういうムラのある感じがね靴にした時面白そうですよね。例えばこういう革だったら、そうですね、フルブローグとか全体的にちょっと派手な感じにして、フルブローグでギンピング断面のギザギザを入れて、穴飾りも入れてみたいな。でこれ色がキャメルでちょっと薄い色なので、そうですね、カジュアルな感じに、外ハトメとかつけてもいいかもしれない。外ハトメのフルブローグの外羽のねフルブローグいいと思うんですけど、これはねちょっとあえて内羽の外ハトメでやりたい感じがしますね。いいよねちょっとなんだろうな、革の匂いは革の匂いなんですけど、オイルが多めな革の匂いがしますね。これもいいですね。でこれと似たようなやつで、先日なんかライブでもお見せしたんですけど、これまたロシアンカーフの片押しのやつですけど、これはなめしまでロシアンカーフっぽくしてるやつで、白樺のオイルとかねパールとか使ってなめすような、すごく
強烈な匂いのする革です。でホースバット、馬のお尻ですね。こっちのクロスボードショルダーっていうのはショルダーっていう名前の通り牛の肩なんですけど、肩っていうか背中から肩にかけて、こっちはホースバット、馬のお尻ですね。馬のお尻というと思い浮かべるのはコードバンじゃないですか。簡単なコードバンも作ってて、で同じこのロシアンカーフ調のコードバンも持ってるんですけど、これはねコードバンにならなかった革をこういった大きいホースバットとして作ってるものだと思いますね。というのも裏見るとここなんかこう変にというかね変わってるの分かります。こことここで境目がありますよね。ここがねコードバン層だと思いますね。コードバン層がこの中にある。これを削り出して磨くとコードバンになるんだけど、多分コードバン層が小さいんだと思いますね。なのでコードバンにするほどの大きさがないから、こういうふうにここが尻尾なんですけど、こっちの片方のお尻と片方のお尻とコードバンありますけど、コードバンにはせず全部つなげたホースバットにしてるっていうね。これも同じく内羽のフルブログなんか良さそうですよね。色はバーガンディっぽい感じで。そうなんですよ。だからこの片押し系の革でフルブログを作る。いやでもちょっと待てよ。でもあえてフルブログゴテゴテにフルブログにするのもいいけど、シンプル、すごくシンプルにプレーントーンも良くないですか？ MTO モデルのアルダー的なプレーントーンもいいですよね。確かに。いやプレーントいいんですよね。でもこれだとあれだな、ちょっと色が明るくて用途が限られるから、せっかくならフルブログにしちゃうかな。こっちのバーガンディは色が暗めで、ね、いろんな服にも合いやすいのでプレーントーンにしてさらに汎用性を高める。ちなみにすごく変わったデザインはねやらないです。というのは自分の靴なのでそこまで手間をかけたくない、かけてる時間がちょっともったいないからです。スタンダードなデザインの中からいきたいんですけど、じゃあ次はですね、どうしようかな。イノシガとかはねすごい好きですしいいんですけど、イノシガも結構最近、いやだからこの考えが良くないんだな。今はイノシガ結構 MTO でも人気で、ビスポークでもね人気で作ってるんで、僕が履いて参考にしなくてもとかって思ったんですけど、最初言ってたやつが今出ましたね。参考になるようなものを作らなきゃっていう。これとかもいいかもな。ちょっとねこれは B 品というか、ね、好みはあると思うんですけど、これイルチアのちょっと昔のボックスカーフで、こういう赤っぽい色、すごい綺麗な色なんですけどね。ただちょっと虎が多めで、本番の靴にはなかなか使えないかなっていう感じ。使っても一足、この大きさあっても一足取れるかどうかぐらいな感じなんですよ。ただ自分の靴だったらね、機能上は全然問題ないんで、気にしないんで、これを使って作るっていうのもありですね。ですね、色が綺麗なんですよね。透明感もあって。この辺結構虎が多めに出てるの分かりますかね。こういうボックスカーフだったら、ちょっと赤茶っぽいボックスカーフ、セミブローグと親穴小穴じゃなくて小穴しかないセミブローグとか良さそうですね。でも結構ドレッシーな感じになりますよね。だから普段使いといってもそうなんですよ。今回の靴普段使いはねそんなにしないんですよ。というのはですね、僕が普段使いってなるともう最近はこんちゃんの散歩なんですよ。靴を履いて外に出かける時といえば。ですっごい汚れるんで、森の中砂利道とか草むら歩いたりするんですっごい汚れるんですよ。なので散歩に履く用とそうでないものっていうのは完全に分けないともう結構ぐちゃぐちゃになってっちゃうんですよね。すごく汚くなってっちゃう。
なので今回は散歩には履かないようです。例えば東京に行く時、浅草で買い物しに行く時とか、どこかね受注会に出かける時とか、そういう時に使うようなので、ドレッシーになる分にはねいいんですよ。さっきの2種類のこっちの片押しの革だとドレッシーになるというか、まあカジュアルに私服にも履けるというか、僕スーツ着ないですけど割と使いやすいやつでしたけど、まあドレッシーになっても、僕スーツ着ないですけど全然デニムとかでも履けると思うんで、そうですね、ボックスカーフ系か、ちょっと考えてなかったな。ありだな、ありですね。最近ドレッシーな靴作ってないですね、自分用に。前作ったのはスウェードのサイドラスティックじゃないですか。でその前に作ったのが球磨川のダービーですよね。でその前に作ったのが新コードバンのダービーなんで、外羽とかねエラスティックで素材感も結構あるのばっかりだったんで、ドレッシーなので自分に最後に作ったのっていうと黒いストレートチップですかね。多分冠婚葬祭にも使えるような黒いストレートチップをね黒のボックスカーフで作ったのとか、あとその前にセミブローグ、茶色のベビーカーフでセミブローグを作りましたけど、それとか、それが多分2年前ですかね。もうドレッシーなくてそれぐらい作ってないんですよ。だからここでボックスカーフ系を使ってドレッシーを作るのもありか。確かにあれですね。ベガノか。ベガノっていう革、フランスネイ社のベガノカーフっていう、牛の革なんですけど、これ表面が結構マットですよね。で色合いは少し悪く言うと白っちゃけた茶色みたいな感じなんですよ。なんですけどこの革、特徴は表面仕上げがされてないんですよね。顔料とかないんですよ。革の素の状態というか。なのですごくクリームをよく吸って磨くとねかなり変わる革なんですよ実は。ですごく革らしくいい表情を楽しめる革として結構有名です。このベガノっていうのもありですね。なんかコンチャが出てきた。コンチャ出てきちゃダメだろう。ハウス、こちらハウス。いや、ハウスだよ。で、このベガノ結構たくさんあるので、一回自分で使ってみようかなっていうのもありますね。あとさっきのは赤茶っぽいボックスカーフでしたけど、これかなりスタンダードな茶色なので、より使いやすさはありそうですよね。こんちゃん、家に戻ってくれ。よいしょ。例えばこれだったらどういう靴かな。これだったら一番最初に思いついたのは外羽のプレーンダービーですね。すごくスタンダードなプレーンダービー。あとは U チップ、なんかちょっと、カジュアルじゃない U チップ、カジュアルじゃないっていうか少し変形 U チップみたいな、つまみモカでちょっと変わってるデザインの U チップなんかがいいかなってちょっと今思いましたね。いやでも変わってない U チップでもいいですね。外羽の U チップでもなんか正直言うと今僕の気持ちからするとこのベガノであんまり湧き出てこないですね。なんとなく強度で言うとこっちのイルチアのセタニール、こっちの革でセミブローグを作るっていう方がなんかグッとくるとか、こっちでプレントを作るっていう方がなんかグッときますね。なんかこれって、レストランでメニュー見ながら自分の今の舌の調子っていうかお腹の調子っていうか、欲しい料理は何なんだろう、自分の求めてる料理は何なんだろうって考えることありませんかね。その感覚ですね。今自分が欲している靴は何なんだろうって、別にそれがどこかで履きたいとかこういう色の靴持ってないから欲しいとかではなく、この感覚的な欲しいっていうそういうものにね今回ちょっと正直になろうかなって思ってるんですよね。なのでちょっともう一回革をいろいろ見てみよう。こんな革あったんだっていう思い出しが結構起きるんですよ。こうずっと見てるとここに全部タグがついてて、
全部ここに何があるかっていうのはリスト化もしてあるんですけど、だからリスト見ればいいっちゃいいんですけど、こうして革とねタグを見てるとなんとなくねこうインスピレーションが湧いてくるというか、すごくねこの時間好きなんですよ。楽しいんですよね。いつも、サンプル作る時とか何の革でどのデザイン作ろうかなって考えてる時間ってねすごく楽しいんですよ。ですね、どうしようかな。ミネルヴァボックスか。バダラシカルロシャっていうイタリアの有名な棚があるんですけど、そこのミネルヴァボックスっていう脂肪革、これはね結構もう前から持ってるんですけど、まだ靴にはしたことないですね。ただちょっとタンニン感が強いんですよね、今の僕の気分からすると。すごくいい素材なんですけど、光沢感もあって味もあるすごいいい素材なんですけどね、ちょっとタンニン感が強いんだよな、今の僕の気持ちからすると。バッファローベビーカーフ、そうですね、これはナンバー16のバッファローダイプロに使ったベビーカーフなんですけど、それの色違いですね。でもベビーカーフだとなんかこの肉厚感が今僕の気持ちには足りない気がしますね。もう少ししっかりしてる革ですっていう革靴を履きたいですね。ワインハイマーワープロラックス、これはですね、ワインハイマーってドイツの有名な棚なんですけど、そこの片押しの革で、でもやっぱり色が微妙なんですよね。一応買ったはいいんですけど、すごいきついんですけど、なんか靴にはね色が微妙で、カバンとか小物にはすごく良さそうなんですけどね。イノシシのダークブラウンね、そうですよね。いやでもなんか違うんですよね、今の気分、僕の気分からすると。今のですよ。またね明日とか明後日変わってる可能性があるんですけど、クロスボールドショルダーの茶色、そうですね、さっきのキャメルの他に茶色もあって、それもいいですよね。ボカルーヌブラウンか。でもボカルーはちょっと光沢感が今の気分ではないんですよね。島田悟エゾシカ、なるほど。でもちょっとダーティーすぎるかな。もう少し綺麗なドレス感が欲しいような。これ今僕ねこう言葉にしてますけど、いつも頭の中でどうしようかなってやってるんで、言葉にするとなんか新鮮ですね。自分の考えがちょっと言語化されるのが。ゾンタのボックスカーフ、これいいですね。これはイルチアの先ほどお見せした赤茶のものとかなり雰囲気に似てるんですけど、もうちょっと柔らかい感じですかね。でも少し赤みが強い。いいな。いやでもそれだったらなんかセタニールの方の透明感をちょっと取りたいような気もしますし、アザラシでもありかもしれない。アザラシ黒っていうとすごく昔にサンダルを作りましたね。かなり柔らかくて耐久性のある革で、傷とかも全然つかないし、すごいいい革なんですよ。模様は独特なんですけどね。でもあんまり枚数ないからもったいないなって思っちゃうんだ。アザラシちょっとお見せしますね。じゃあ少しグッときたんで、これがアザラシ革ですね。特徴はこの独特な脂肪感ですね。脂肪というか縦筋みたいな感じで、結構ブニョブニョしてて、シワとか全然つかないんですよ。この革だったら何を作るかというと、やっぱりプレーントーかな。あえての内羽プレーントーとか。いや違うな、それは U チップ。これ U 塗ったらどうなるんだろう。いやでも U チップするとちょっと気持ち的になんかカジュアルになりすぎるような感じがするんですよね。やっぱり外羽プレーンしか思いつかないな。なんか今の僕の気分は結構外羽のプレーントみたいな感じですね。コードバンはどうなんでしょう。自分コードバンは単純にね、素材がすごく金額が高いのでもったいないんですけど、そういうのを抜きにしたらコードバンで作るっていうのはあり。
ありですね。ただなんかホーウィンのコードバンで作りたいですね、今の気分は。ホーウィンのコードバン本当に高いので自分用にはさすがにちょっと無理ですね。経費です。この靴はね、経費です。そうですね、なんとなく今の気分はね、ホーウィンなんですよね。ということでやっぱりツヤ感は欲しいんですね。さっきからこのドレス感グッとくるポイントなので、綺麗なツヤ感が欲しいですね。で結構シンプルなもの、外穴プレーンだったり、穴飾りの小さめなセミブローグだったりっていう結構シンプルな方がいいのかも。国産オイル脂肪、ここにねすごく厚みのある、これはでもさすがに厚すぎるな。2.5 ミリぐらいあるもんな。スウェード、いやでもスウェードはこの前作ったから、いやでもこの前作っててもいいとしても、いいとしても今回はスウェードは違うな。なんか分かってきましたね。これいいんだよな。これはですね、ちょっと国産のでたまたま見つけて買ったので、素性はよくわからないんですけど、すっごいいい革で、見ての通りめちゃくちゃ柔らかいカーフなんですよね。で天然の脂肪が入っているカーフなんですよ。色は赤茶っぽい感じ、今の時点だとちょっとこうもやっとしてますけど、クリーム入れるとかなり輝きそうな感じですね。ですごい柔らかいのが魅力的。手触りもめちゃくちゃいいんですよ。床面の手触りも最高なんですよ。わかりますかね。ビロードみたいです。スウェード面使っても絶対いいなって思えるような手触りです。表面はこんな感じ。これだったらねプレーントじゃないですね。外はねプレーンではないですね。フルブログ、U チップ、内羽、ロングバンプ、なんだろう、難しいですね。セミブローグ、でもな、考えるとちょっとしっくりこないですね。というのはですね、なんか今考えてたら、この柔らかさが、柔らかさめちゃくちゃいいんですけど、なんか今の気分じゃないような気がもう少し固めで自分がこの靴を履いてるぞってすごく思えるようなものの方がいいような気がしてきましたね。少しこの靴の抵抗感があるというか、そうサイドアルスティックのスウェードの靴すごく柔らかくてよく履いてるんですけど、ですごいストレスレスなので、ストレスがないので一日ずっと全然履いてられるんですよ。ただこのタイトフィットがもともと好きな僕としては少し物足りない感もあるんですよね。スウェードがすごく伸びやすいので少し緩めであるっていうのももちろんあるんですけど、それだけじゃなくてやっぱこの革の抵抗感っていうのがもう少し欲しいかなという気はしてるんですよね。なのでちょっとこういった硬め、少し分厚めで光沢が結構あって、そしてシンプルな靴というのがどうやら今の気分みたいです。ただ申し訳ないんですが決められなかったです。永遠に時間かかっちゃいそうなのでこの辺で終わりにしたいと思うんですが、この今紹介した中か、もしくはまた別の革でそれ持ってたなってものがあるかもしれないので、またこんちゃんの散歩中にいろいろ考えて決めたいと思います。この靴は近いうちに制作を始めるはずなので、また制作始めたらね動画にしていきたいと思います。ということで長々とありがとうございました。自分でも改めて思ってる言葉を声に出して言ってみるとね、いろいろ発見がありました。ぜひ皆さんも岸澤学の靴はもちろんのこと、そうでない靴でも次どういう靴欲しいかなってね、もうそうね、いろいろ声に出してやってみてください。新たな発見があるかもしれません。それではまた。